一体、なぜそうなる？つまり、お前たちの既得権益に、がんじがらめにされてしまった日本経済は、もう、成長のしようがない。つまり、日本経済には、すでにもう、競争力なんてない。だから安売りが必要だ。そのためには、安い労働力が必要ってことだろ。お前たちがやっているのは、つまり搾取だ。お前たちは、自分たちの既得権益を守るために、庶民の権利を不当に搾取している。そのために大勢の庶民が、ダメージを受けている。貧困、過重労働。大勢が希望を失っている。大勢が希望を持つことができない。大勢がこう思っている。世の中なんて、そんなもんだ。うまくいかないのは、自分のせいだと思っている。自分が苦境にあるのは、仕方のないことだと思っている。確かにそれは、一理ある。人間なんて、誰だって無力なもんだ。自分にできもしないことを、できると思い込むのは馬鹿げてる。でもそうじゃないやつもいる。こっちも結構、大勢いる。未来に希望を持つ。夢を諦めない。可能性を諦めない。努力すれば報われる。諦めなければ、幸せは実現する。テレビのコマーシャルには、よくそんなのがある。会社の求人広告で、会社が求める人材ってのがある。それにも、似たようなのが載ってる。未来に希望を持つ。夢を諦めない。可能性を諦めない。努力すれば報われる。諦めなければ幸せは実現する。そして、会社の正社員たちの中には、そういうことに、自分を合わせようとする奴がいる。会社人間なんて、昔の話のようだが、そうじゃない。確かに昔より、数は少ないかもしれないが、彼らは昔の連中より筋金入りだ。正社員は、会社を辞めることを恐れている。正社員が会社を辞めたら、非正規雇用の扱いが待っている。転職して、再び正社員になることは、まず不可能だ。だから会社を辞めることができない。正社員は会社の言いなりだ。会社に逆らったらどうなるか。非正規雇用っていうのは、その見せしめになっているのさ。つまり、こういうことだ。
今の日本では、労働者を恐怖が支配している。だから逆らえない、従うしかない。従うことが当然のことになる。そして従うことが美徳にもなる。恐怖に支配された連中は、こう思い込もうとする。働くことに希望を持つ。働くことに夢を持つ。働くことに可能性を見出す。働くことが報われると信じる。幸せになるためには、会社のために頑張るしかないと信じる。つまり、お前のような既得権益に、都合のいい人間になる。つまりプロパガンダに、支配されるわけだ。現実には庶民の大多数には、働くことに希望なんてない。彼らはお前たちに都合のいい、ルールに縛られているからだ。庶民が必死になって働いても、大手企業が潤うだけ。つまりお前たちの既得権益が守られるだけ。庶民には何もいいことなんてないのさ。彼らの人生で彼らにできることは、お前たちのために働くことだけだ。そして彼らは、お前たちの望み通りに無理をする。皆、金の心配をしている。皆、金のために苦労している。皆、金が必要だ。だから、金の力に逆らえない。そして金を稼ぐことが自由を奪う。昔、こんなことがあった。日本人の賃金は高すぎる。このままでは、日本経済の国際競争力が失われてしまう。もっと安い労働力が必要だ。そして日本の製造業の工場は、みんな海外に出て行った。発展途上国と言われる国々には、人件費の安い国がある。特に中国だ。いわゆるサプライチェーンというやつさ。話がおかしくないか。日本人も中国人も同じ人間だ。同じ人間が同じ仕事をして。なんで日本人の賃金は高くて、中国人の賃金は安いんだ。日本人は中国人を見下してるのか。なぜ自由と民主主義という価値観を持っている日本で、そんなことが起こる。中国人が作った安い製品は、やがて日本にも入ってきた。安いからよく売れる。皆が買う。そして、高い日本製は売れなくなる。日本人には仕事がなくなり、
中国人には仕事が増える。日本の国家権力は国民に言う。それは日本経済を守るためにやむを得ないことだ。でもそれは本当か？大勢の日本の庶民は貧しくなった。でもサプライチェーンを持つ大手企業は潤う。大手企業にくっついている政治家や官僚、社団法人。つまりお前たちの既得権益はしっかりと守られている。例えば、こんなこともあった。円安誘導ってやつだ。以前、テレビのニュース番組でよくやっていた。総理大臣は、デフレ脱却が目的だと言っていた。確かに、円が安くなって、日本から海外に輸出される商品が安くなれば、海外の買い手が増える。輸出企業は儲かる。輸出で儲けることができる。一部の大手企業には、莫大な収益が入る。でも一般庶民が持っている財産の価値は目減りする。つまり、庶民の財産が目減りした分を、一部の大手企業が吸い取った。というわけさ。結局、円安誘導っていうのは、ただの利益誘導だ。お前たちが居座れば、日本経済は衰退し続けるしかない。収入の低さが限界を超えれば、庶民は最終的には生活保護を頼るしかない。特に年寄りだ。年金など当てにできない。収入などほとんどない。そんな年寄りがどんどん増えてる。しかしなぜか生活保護の受給者数はあまり増えないらしい。これは一体なぜだ？役所の役人が生活保護の申請者に嫌がらせをして生活保護を受け取らせないからだ。水際作戦、生活保護バッシングと言うらしいな。お前たち既得権益がこの日本に居座るためには庶民から絞り取るしかない。お前たちが居座れば居座るほどさらに貧困層は増えて貧困のレベルも深刻になっていく。貧困のレベルが限界を超えてもお前たちが居座る以上それは止められない。つまりそういうことだろう。不思議だと思わないか？
日本は先進国だということになっている。経済大国ということにもなっている。そして日本は自由と民主主義という価値観を持っているはずの民主国家だ。人権も保障されているはずだ。そこのところをよく考えれば、この国の既得権益の異常さに気づくはずだ。そう思うべきなのに、なぜ誰もそう思わない。皆、答えを探してる。なぜ、自分は不安を抱える。なぜ、自分は孤独を感じる。なぜ、自分はうまくいかない。なぜ自分は悲しみを抱えている。なぜ、自分には将来の見通しが立たない。なぜこんなに諦めなければならないことが多い。なぜそうなる。一体、どうしたらいい。でも世の中を疑おうとはしない。結局は自分を疑うんだ。つまり自己責任ってやつさ。再生リスト5に続きます。